こんにちは。今日は、私が二度と見たくない最高の映画っていうことについてお話ししようと思います。私、あんまり映画を見ないんですよ。昔というか、子供の時、小さい時は、よく映画見てたんですけど、最近はあんまり見なくなっちゃったんですね。っていうのも、その映画って、2時間とか3時間ぐらいそう集中して見なきゃいけないですよね。でも、今はそのエンターテインメントとして、YouTube とか YouTube ショーツ、TikTok みたいな短い時間でその面白い動画がいろいろありますよね。で、それで忙しい生活の中で、その映画を見る時間のために2時間作るんだったら、何かしながら YouTube 見るとか、何かしながら、YouTube ショーツ見る、その短い休憩の時間に YouTube ショーツ見るとかしちゃうんですよね。悲しいんですけど。でも、その映画が嫌いなわけじゃないので、何か面白い映画があったら、また教えてほしいんですけど、で、今日はそういう、僕が見た映画、あまり見た映画は多くないんですけど、僕が見た映画の中で、その、もう二度と見たくないけど、最高の映画っていうことについて、お話ししようと思います。で、タイトルは、蛍の墓ですね。蛍の墓っていう映画があるんですけど、その情報について最初にちょっとお話ししましょうか。まず、戦争の時の話なんですけど、えっと、でも戦争のシーンがほとんどないんですね。っていうのも、戦争の時に、両親を亡くした兄弟の話なんですけど、戦争というか第二次世界大戦なんですけど、その戦争を描いた場面がほとんどなくて、それよりその戦争の時代、第二次世界大戦の時代のなんかリアルな市民の話ですね。そういう話なんですけど、これは1988年にジブリから、出たものですね。で、これ隣のトトロっていう人気なジブリの映画あると思いますけど、それと同じ時に、同時に上映されたらしいですね。で、結構隣の、隣のトトロでファンタジーっぽいお話だと思うんですけど、隣のトトロと同時に上映された蛍の墓はファンタジーの要素がほとんどないんですよね。もうめちゃくちゃリアルな話がジブリから出ました。で、それが、蛍の墓の基本的な情報なんですけど、もう少し詳しく話すと、蛍の墓の中で、出てくる話は、この人が悪いとか、この国が悪いとか、え敵 VS 味方とか、そういうことじゃないんですね。っていうのも、この映画では、その悪者は全然出てこなくて、ただ、その戦争が残酷すぎるっていう話なんですね。めっちゃいろんなこと頑張るんですけど、どれだけ頑張っても、どうにもならないっていう、本当に、戦争が残酷すぎるだけっていう話だけど、それをジブリの、綺麗なアニメーションで描いてるっていう感じなんですけど、それを僕が見たくない理由も少し話そうと思います。まだこの蛍の墓、見たことがない人は、その一回だけ見てほしいから、ネタバレをしないように話そうと思うんですけど、この蛍の墓っていうのは、一応フィクションなんですけど、本当に、戦争の時に本当にあったことを、元にして作られているんですね。それで僕これおじいちゃんと一緒に見たんですけど、その子供の時に、そのおじいちゃんが戦争を経験した人だったんですよ。で、そのおじいちゃんの話によると、めちゃくちゃリアルだったって言ってたので、戦争の時の、第二次世界大戦の時の日本の普通の市民の生活がどんな感じだったかを見たい人はね、見てみたらいいと思うんですけど、さっき話したみたいに、この話の、主人公は、両親がいない兄弟なんですね。
で、つまり、子供2人なんですけど、その戦争の時って、仕事もないし、もちろん仕事がないから、お金もないんですね。で、食べ物買うお金とか、ないし、そのお金を稼ぐために仕事もできないので、本当に何もできないんですよ。ただ毎日耐えるだけっていう生活なんですね。で、そういう生活が描かれてるんですけど、その兄弟の周りの人も助けたいんですよ。その兄弟、子供だし、お金もないから、その兄弟の周りにいる人も、その兄弟を助けられるなら助けたいんですけど、助けられないんですね。理由は、その周りの人もお金がないし、仕事がないから。で、まあ、何かしたいけど、何もできないっていう、この気持ちがね、この感情が、僕、子供の時に見ましたけど、きついなって結構大変、もう見たくないなって思うんですね。もう10年とか15年以上前に見た、映画なんですけど、まだ、ストーリーも覚えてるし、その何もできない、なんか無力感は、なんか子供だったんですけど、今でも覚えてますね。もう一回見たくないし、見るつもりもないんですけど、その、まだ見たことがない人は、一回見てみるのはおすすめですね。っていうのも、戦争、今でもその世界のいろんな場所で戦争があると思いますけど、その戦争があると、こういうことが起こるとか、こういうことが、起こる可能性があるっていうのを知るために、この映画はいいんじゃないかなって思いますね。っていうのも、この映画がなかったら、なんかおじいちゃんの戦争の時の話を聞くとか、小説からその文字だけで読むとか、それで想像するしかできなかったはずなんですけど、この蛍の墓っていうアニメーションがあるおかげで、うん、もっと想像しやすいし、その時の状況がリアルに描かれているので、その本を読んで、文字から読むだけとか、話を聞くだけより、なんかもっと、心に残る感じがあると思いますね。そうですね。そんな感じで、今日はこの二度と見たくない最高の映画、蛍の墓についてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。